なんか一番扱ったことのある革で難しいのはスティングレイ。コツとしてはいいか悪いか分からんけど結構太めの針で、先日、あなたと高井ちゃんですか、はいインスタグラムに質問、募集させていただきました、はい、で今回はその集まった、質問をパッと短くまとめて今この動画をこの動画の場を借りてご回答させていただこうということで、早速やっていきますか。カミカミじゃないじゃあ1個目からとりあえず簡単にインスタグラムで回答させてもらったんですけど、詳しく動画でしようということで、とりあえず1つ目の質問ですが、資格ってあるんですか、はい、っていうのに対して回答が、カバンハンドバッグ小物技術認定試験という日本カバンハンドバッグ協会が主催する検定試験がありますが、ほとんどの革職人はそういった資格などは取らずに仕事をしていますっていうふうに回答しました。はい、この辺どうですか？資格ないんじゃないですか？いやあるのはあんねんで。チャリンコの免許みたいなもんじゃないの？あるけど別に免許ないからっつって別に逮捕されるとかそんな違反ではないけども、ちゃんとした箔がつくような技術認定士っていうのは実はございます。でこれに関して時間があればうちのミスター龍馬ね、取りに行くっていう気負いでやってますので、その辺もまた動画でこういうもんだよっていうのもドキュメンタリーチックにね追いかけながらできたらいいかなと。これってあれな3級2級1級ってあるねんな、確か。なんかそんな感じだな。3級2級で1級は結構難しい、ね、1級むっちゃ難しいね。1人だけなんか取ったってなんか知ってるよな、聞いたことあるよな。結構前やけど取引先のメーカーさんのサンプル師の方やけど、で取ってきてそこの社長が別に社長の指示で取ったわけじゃなく自主的に取ったらしくて1級取ってきましたって言われて、これって給料上げなあかんのかって思ったって言ってたよな。言ってたし、いや上げた方がいいやろそれは。なんか確か始まった初年度に取りはってん。あ、そうなの？最近ってこと？じゃあいやもうその技術認定士が始まった時やるやんか、多分その時に取ったような記憶がある俺の中で。で同じように取ってる人は土屋カバンとか知ってるとこばっかりの中になぜか身近なメーカーさんの名前があったっていう。いや結構難しいと思うで。多分ちょっと不明言申し訳ないですけど、型紙か素材か送られてきて、で、写真と素材かな、送られてきて、でそれをきっちり、裁断とか型紙を上げるっていうのを第一次審査でできる。じゃこれちょっと調べた方がいいよ、これに関して。向こうで実地テストもあるね。実地テストもしてってことやな。制限時間内に作れるかっていうところで、それに関しては調べてまたこのインサート掘り込ませて、インサートで掘り込んでいただきましょう。次はこれは質問っていうかエルメスの偽の財布をお土産でもらったことがあります。 YouTube 素材としていかがですかということで、あなたの回答も読んでいただきます。でぜひ YouTube 素材にさせていただきたいです。お手数でなければ着払いにてお送り魚った YouTube にて偽エルメス改札させていただきますということをやったんですけど、これもダイレクトメッセージでも返事させていただいたんですけど、これこの計画進んでますんで、近々その方がお持ちいただいたエルメスの偽の財布を分解したりとか、どういうところがダメなんだとか、もう偽物って先言っちゃってるけど、今回はそんな感じで偽物っていうところと本物の違いっていうのを具体的に分かりやすくまた解説する動画を上げさせていただこうと考えております。はい、じゃあ次いきます。加工が難しい革を教えてください。個人的には、コード版なのかなと感じております。で回答に関して、顔料仕上げの硬いコード版は扱いが難しいのですが、比較的オイルコード版などは柔らかいので扱いやすいです。扱ったことのある革で一番扱いにくいのはスティングレイですっていう風に回答しました。もうこれほんまあなたの回答のままじゃないですか。コード版って顔料でカチカチで、例えば新規企画さんのやつと、法印社の、シェルコード版しか扱ったことないんですけど、この違いなんて言ったらシェルコード版すごい柔らかくて、だって逆にすいたら伸びやすいっていうところがあったりとか、新規さんのやつは逆にしっかりしてるんで、すいてもその辺耐えられるんですけど、なんかこう両方いいとこ悪いとこあるよな、やっぱり。でも新規企画もオイルコード版多分しかあったけど、顔料のやつがメインで流通してて使ったことあるのはそれやねんな。使ったことあるものしか回答できませんが、そんな感じなんですけど、ダントツで使いにくいのはやっぱスティングレイ。スティングレイな。確実にスティングレイ。スティングレイだって針がこう曲がるから、この溝に、デコボコでしょ。デコボコの。ほんでそれで下の針穴にちゃんと刺さらずにこう曲がっていくから、針穴に直撃して針が折れるっていう現象が起きまくるっていうのと、まず綺麗に縫えない、ミシンで縫った場合にこの丸っこいところに
針が当たるからそこつるんって滑る。で次のとこ同じところにあるわけじゃないから、このコブがちょっとずれたところにあるから、下からこうひっくり返してみたらこうジグザグになってる。それで言われたことある、汚いって縫い方が。でもそれは仕方がない。それは仕方ないのでちょっとご容赦くださいと。どうしても言うなら自分でやってくれと。自分でやってくれと、そういうことだよね。なんか一番扱ったことのある革で難しいのはスティングレイ。コツとしてはいいか悪いか分からんけど、結構太めの針でいくと目飛びしにくくなると。ワンポイントアドバイスは僕のお財布の師匠に習ったのは、一回空でミシン塗って針通さと穴だけ開けてもう一回いったらうまいこといくよって言うけど、結構それでも飛ぶねんな。ミシンにもよるね。ミシンはいいのを使ってください。いきます。手縫いはしますか。ミシンと手縫いではスピードが違うと思いますが、他にどんな違いがありますかという質問に対して回答が、糸の処理で最後手縫いをすることはたまにありますが、基本的にはミシンで縫っています。ミシンの場合は下糸と上糸が皮の間で絡んで縫っていくので、どちらかの糸が切れるとほどけてしまうのですが、手縫いの場合はどちらか一方が切れても上糸と下糸がリンクしていないのでほどけてきません。よって手縫いの方が頑丈に作れますと回答しました。基礎的な情報を知っているというだけで、実際手縫いやらないので何とも言えないんですけど、ミシンはさっきの解説にあった通り、下糸プツンって切れたら極端なし、設定甘かったらシュッて抜けるんですよね。こう下糸と上糸がこう間で絡んでるんですよね。だから一方が切れたらもうパラッてほどけてくるっていうのがあるっていう。でも片方はもうほんまにこのなんか縫われてるんで、しっかり縫われてるというかほどけにくいっていうね。手縫いはもう1個がこうなっていってるから、1個どっちかが切れてもリンクしてないんで、その辺あれで入れれるのかな分からんけど、スピードが違うって、スピードでいうなら多分極端な話10倍ぐらい違うと思う。10倍もっと違う。量産をするならもうミシンに、確実にミシンやな。でなんか一点物のをじっくり作るっていうのなら手縫いでもいいかなっていう感じです、ね。そこは個々の好みといいますかね、そのお客さんのニーズに合わせて、やっていただければいいのかなと思っております。では次いきます。GU の5000円以下で買えるリアルレザーシューズが話題ですが、これも床側に顔料だと思いますかという質問に対して回答が、GU にそんなシューズがあるのは初耳でした。買って解説動画を近日中にアップします。ということで、一応この靴買って明日か、今日か明日ぐらいに多分届くはずなんですよ。はい。でこれも顔料に床側かっていうのも物見ないとわからないので、これまた別の動画1本としてね、仕上げさせていただいて、どういったものかっていうのをまた皆さんに僕たちなりの解説をさせていただこうと思っております。ちなみにこの顔料、床側に顔料っていうのが前の付録の動画で見てもらったらわかるんですけど、っていう革って言い出したら奥深いんですよね。革の銀面がないスイッタっていう、なんかその破棄するような、なんかなんていうのかな、破棄でもないけど、その不必要な部分っていうんですかね。例えば財布とかバッグにするにも 1.5 ミリ以外って基本的にそんないらないんですよ、僕らの知る限りね。でその残りの部分っていうのはやっぱ存在しとって3ミリぐらいなんですが、その部分って繊維も弱くてしっかりしない床側っていうんですけど、それを捨てるのがもったいないんで、上に顔料とか塗ってそのコーティングならして、革っていう表現するんですけど、それをどういう個人がどういうふうに判断するかっていうところになんていうんですか、その委ねられると思うんですけど、靴に関しては1個買ったんで、ちなみに5000円以下で5000円以下で3900円ぐらいでしたよ。即日でばらしますんで、ほんでそれをまたばらして動画にしたいと思います。